皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？私は今回人生で初めての一人旅でパリに行ってきました。本当にたくさん見るものがあって滞在期間中は毎日観光をしていましたが、また次回行ってみたい場所を見つけてロサンゼルスへ帰ってきました。さて本日は前回の動画でお知らせをしていた今回の旅行での購入品を紹介します。それでは早速行ってみましょう。まずはデパ地下での購入品から。今回私はマドレーヌ地区にステイしていたので、帰りの荷物のことも考えてギャラリー・ラファイエットのグルメ館で食べ物系のお土産の買い物をしました。ギャラリー・ラファイエットグルメ館での一つ目の購入品はラ・メゾン・ドゥ・ラ・トラフォーというフランスで200年以上の歴史を誇るトリュフ専門店で白トリュフのソルトを購入しました。パスタやリゾット、カプレーゼなど何にでも合うと言われて購入しました。ちなみにこちらの店舗にはいろんなトリュフを使った商品が販売してあって、カウンターテーブルオンリーのレストランもあったので、私はランチにブラックトリュフのリゾットをいただきました。とても贅沢な時間でした。お次はこちら、ラメールプラールのクッキーをお土産に購入しました。そもそもパッケージにモン・サン・ミッシェルが載っていて、おフランス感が出ていて可愛いです。パッケージの通り、フランスが誇る世界遺産モン・サン・ミッシェルにある老舗レストランのオーナーであるアネット・プラールさんが考案したクッキーだそうです。味は甘すぎず、卵がたっぷり入ったミルクとバターで焼き上げた優しい味で万人受けすると確信しました。リピート買い決定です。お次はこちら、クリスティーヌ・フェルベールのジャムです。クリスティーヌ・フェルベールさんをご存知ですか？彼女はジャムの妖精と言われていて、自然の恵みを生かしたジャムを作られている方です。その種類なんと200種類を超えているそうで、とにかく果実がゴロゴロと入っているので、パンだけではなくヨーグルトにも合いそうです。そしてこちらはご存知の方もいらっしゃるかと思います。ボルディエのバターです。フランス国内の三つ星レストランをはじめ、世界各国の一流レストランがテーブルバターとして使用している風味豊かな発酵バターです。バターを買うならボルディエと友人に勧められて今回買ってみましたが、本当にドハマりしました。特にこの海藻バター。海藻バター？どんな組み合わせと思いましたが、粒状の海藻がたっぷり練り込まれたバターは絶妙な味で、ワインとともにいただくバケットがたまらない。超絶おすすめです。こちらはパリ3区マレ地区のセレクトショップメルシー。洋服からインテリアまで素敵なものがたくさんで、眺めていると時間が経つのを忘れてしまいます。そんなメルシーで私が購入したのはお土産としても人気なトートバッグです。色の種類が豊富で迷った結果、こちらのタイダイ柄のバッグにしました。しっかりとしたキャンバス地なので、普段使いやお買い物用のエコバッグにもおすすめです。
ちらは一人ロサンゼルスでお留守番をしていたデビッドへプラダの T シャツのお土産です。デビッドは気に入ってくれました。こちらの T シャツはパリ郊外にあるアウトレットラバレビレッジに行った時に購入しました。パリ旅行中に時間がある方は立ち寄られてみてください。私が行った日はとにかくイヴ・サンローランとクリスチャン・ルブターに大行列があって、とてもじゃないけど入れませんでした。もしかしたらお値引き率がいいのかもしれません。個人的にはロンシャンの割引率が最強で、転売をする人たちがごっそり買っていくのを何度か見かけました。こちらはパリに到着した初日にセリーヌで即決したサングラスで、フレームをブラックにするかタートルシェルにするかを迷って、結果タートルシェルの方にしました。しかしなぜか購入した次の日にセリーヌのサングラスを下ろしました。ちょっとなんかさ、即決しちゃった割にはさ、マトリックスっぽくない？大丈夫かな？なんかヴィンテージっぽくていいなと思ったんだけど、私かけたらマトリックスっぽくない？大丈夫？ずっとかけていたら慣れてきたのか、どんなコーディネートにも合うので今はとても気に入っています。ちなみにデビッドからは一言もマトリックスと言われることはなく、むしろ上品でおしゃれだと言ってもらえました。こちらはイヴ・サンローランで購入したブローチです。もともとシャネルのブローチを購入しようと思っていたのですが、シャネルに行った時間が夕方で、 SA の方に朝早い方がもっと種類があると言われて見せていただいたブローチケースはほぼ空っぽでした。そこでイヴ・サンローランに気になっていたクラッチバッグを見に行ったついでに購入したのがこちらのブローチです。薄めのジャケットから厚手のコートまでアクセントに重宝できそうです。こちらはパリ7区にあるショコラティエジャック・ジュナンで購入したチョコレートアソートと生キャラメルです。チョコレートアソートは一粒一粒がおしゃれです。そして今回初めて生キャラメルを買ってみました。滑らかな口どけと濃厚な風味を楽しめるキャラメルです。フレーバーはフルーツ系、ナッツ系など計15種類ほどから選べました。ワンオーダーが30個の注文で、一粒ずつ種類や個数を選ぶことができます。マンゴーがダントツ売れていましたが、個人的にはマンゴーよりフランボワーズが美味しかったです。お店自体もジュエリーショップのように洗練された雰囲気でした。こちらはフランスのスーパーマーケットチェーンモノプリから販売されているエコバッグです。値段も 1.5 ユーロで軽くてかさばらないので、ちょっとしたパリ土産に最適です。店舗によって置いているエコバッグの種類も違って、モノプリオペラ店が比較的種類が多かったと思います。まずエルメスの本店に行きましたが、この日はかなり店内がごった返していて、なかなか販売員の方とお話すらできそうになかったので、バッグのディスプレイのみを見学して撤収しました。今回はいくつか欲しいものがあったので、もう少しゆったりお買い物ができそうな
セーブル店に移動しました。まずはオランのサンダルをトライしましたが、私が欲しかった色はサイズがなくて、SA の方が私に似合いそうなカラーを持ってきてくれましたが、今回はお見送りしました。それからケリーベルトです。ノアールに金具はゴールドと決めていましたが、 SA の方の勧めで迷いに迷ってローズゴールドにしました。ローズゴールド金具のアイテムは何も持っていないので新鮮な感じがして気に入っています。そして今回ハンドバッグのサンプルもトライさせていただきました。お会計を済ませてお店を出てから気がつきました。ベルト1本の購入でしたが、優しい SA の方がチョコレートを一緒にラッピングしてくれていました。さりげないお心遣いが嬉しかったです。ちなみにチョコレートは最近食べたもので一番美味しくてびっくりしました。思いつきでふらっと立ち寄った薬局で販売員の方に勧められて買ってみたヘアマスクがとても良かったので紹介しておきます。パラベン、シリコンフリーの自然派だけど大量のビタミン E が含まれているそうです。匂いも次の日の朝の髪のまとまりも良くてとても気に入ったのですが、残念ながらアメリカからは購入できないので次に行った時に買って帰りたいです。こちらは緊急的にロンシャンで購入したショルダーストラップです。というのも今回一人旅で動画を撮っていたので、あれこれ荷物が増えて付属のショルダーストラップでは耐えきれなくなって緊急的に太めのショルダーストラップを購入しました。個人的にロゴが大きく入っているものは苦手ですが、これしかないと言われて購入しました。しかしこの旅ではとても助けられました。いかがでしたか？今回の一人旅は観光メインであまりお買い物をした気はありませんが、細々したアクセサリーやフランスらしいお土産を購入することができて満足です。そして言うまでもなく、ハイブランドの中でもフランスのブランドはフランスで購入するのがお得です。というのもバッドカンプという制度があって、例えばハイブランドでお買い物をすると支払いの時にパスポートを見せて購入すると、出国前に空港で手続きをすれば、お店によっては 10% から 12% の払い戻しを受けることができます。国によって違いますが、確かフランスは免税を受けるための最小購入金額が100ユーロだったと思います。話がそれましたが、もしよろしければ皆様のフランス土産のおすすめなどありましたらコメント欄で教えてください。また今年もヨーロッパに行きたいと思っているので、ぜひ参考にさせてください。それでは皆さん、Thanks for watching。良い一日を。